皆さんこんにちは。안녕하세요。風花です。今年は桜の開花が例年より早かった地域が多いようですね。大阪でももう3月の中旬ぐらいからちらほら咲いているのを見かけました。今日はまずメッセージ紹介から入っていきます。まこぺこさんからいただきました。風花さん、今週はニヤニヤしながら放送を聞かせていただきました。私たちのブルースも楽しんでいただけたようでよかったです。周りに私のオタクトークに反応してくれる人が少ないので嬉しい限りです。ということで、まず前半部分です。まこぺこさんウィークの直後にね、メッセージをいただいておりました。ありがとうございます。そして周りにオタクトークを分かち合える人が少ないっていうのもね、わかりますよ。私もまさにそうだったので、20年間の孤独をこの番組で解放しているような気分でございます。番組を通してリスナーさんとオタ活をできるのがとても幸せですね。そしてメッセージの後半部分です。さてお話の中に賢い医師生活の本土くんも登場しましたし、久しぶりに賢い医師生活 OST からのリクエストでピワタンシンをお願いします。この曲は去年の特集の時にリクエストをしようか迷っていた曲です。機会があればぜひということで、リクエストもありがとうございます。ピワタンシンは雨とあなたという意味で、日本の音楽アプリではレイン&ユーと出てくる曲です。賢い医師生活のシーズン2の最初のトラックなんですよね。切ないメロディーがグッとくるいい曲ですよね。こちら OST ではイ・ムジンさんがカバーしていて、ドラマの中でもククズがバンド演奏をしている曲なんですが、もともとはランブルフィッシュという女性ボーカルのバンドの曲なんですよ。でも賢い私生活で男性のキーで歌うのもとても合う曲だなと思いましたね。このあたりの解説も交えつつ、次回7月のリクエスト企画でこちらカバーします。まこぺこさん、メッセージありがとうございました。さて今回はレモンさんからのリクエスト曲というか、正確には歌ってくださいと言われたわけではないんですけれども、レモンさんが今年よく聴いた曲としてメロマンスのサラギンガバー愛みたいだという曲ですね。こちら外国語タイトルはラブメイビーとついています。この曲を挙げていただいたので、私も歌ってみたかった曲だったということもあって、今回カバーすることにしました。この曲は社内お見合いというドラマの OST なんですね。私はこのドラマは見ていないんですけれども、あらすじをちょっと調べてみたところ、食品を扱う会社で働く平凡な女性社員ハリが友人の代わりに出席したお見合いの席で、自分の会社の若社長のテムさんとお見合いすることになってしまい、そこから始まるロマンスを描いたラブコメディということで、OL と御曹司の恋愛というのはこれかなりクラシカルな題材ですよね。伝統的な韓国ドラマを連想するような内容でございます。そしてちょっとポスターなどを見てみたんですけれども、平凡な女性社員を演じている女優さんのビジュアルがどう見ても平凡ではないっていうね。こんなに綺麗だったらそれは御曹司と恋愛もできそうですけれども、そういう現実的なことを言ってはいけないですよね。で、このドラマは韓国での放送開始が2022年の2月で、今もネットフリックスで見ることができます。なので今回カバーする曲ラブメイビーも2022年2月の発表なんですね。まだリリースから1年しか経っていないということで、絶賛現役ヒット中の曲です。おそらく番組史上一番新しいカバー曲ですね。こんなに新しい曲をカバーするのは初めてだと思います。去年の12月、そして今年の2月にソウルに行った時も、ミョンドンやホンデやいろんな街でこの曲が流れていましたし、韓国のラジオ番組でも1年を通してよく聴いた曲でした。春を連想させるような明るい楽曲なので、まさにこの時期によく合う曲だと思います。今月は2000年前後の曲から最近の曲まで幅広くお届けしていますが、どの時代にもいい曲は生まれてきますよね。
個人的にはやはり自分が韓国バラードと出会った時期の2000年前後の曲に思い入れが強いっていう傾向があるんですけれども、最近の韓国の若いアーティストたちも本当に魅力があって実力もあるので、そういった方々も紹介していきたいと思います。メロマンスは今年1月にキム・ボムスさんの最後の愛という曲をカバーした時に少し話題にしたんですが、作曲ピアノ担当のチョン・ドンファンさんと作詞ボーカル担当のキム・ミンソクさんのお二人のユニットです。メロ、これは多分メロディーの略ですねという言葉とロマンスを組み合わせてメロマンスという造語をユニット名にしたそうです。お二人とも1991年生まれの31歳で、ソウル芸術大学の実用音楽科の出身なんですね。デビューは2015年で、最初の数年間は目立ったヒット曲がなかったそうなんですが、2017年にユ・ヒオル先生のスケッチブックに出演されて、この時に披露したソンムル、プレゼントという曲が話題になって、チャートを逆走っていうんですけどね、リリースから時間の経った曲の順位がどんどん上がっていく現象のことですね。つまりこの曲がヒットして世の中に広く知られるようになったという経緯があります。確かにこの頃からドラマの OST でお名前をお見かけするようになったと思います。私が初めてメロマンスを聞いたのがファユギ、花勇気って書くんですけれども、この西遊記をモチーフにしたドラマがあって、この OST でしたね。確かファユギが2018年頃だったと思います。メロマンスの魅力はやはり何といってもボーカルのキム・ミンソクさんの抜けが良くて伸びやかな高音ですよね。この歌声がとにかく特徴的だと思います。10センチを紹介した時に歌声で入国可能と言われているという話をしましたが、メロマンスのキム・ミンソクさんも歌声で入国できるタイプの歌手だと思いますね。とにかく聴いていて気持ちがいい綺麗な歌声なんですね。持っている音域も広いですし、細かいリフ&ランなどもバッチリ決める繊細なテクニックもお持ちで、また体格も良くてですね、いい歌手の条件を全部持っている方だと思います。楽曲のキーが相当高いにもかかわらず、終始涼しげなお顔で歌っているのも印象的なんですね。聞いている方は全然辛そうに見えないんですけれども、ご本人さんはいや歌うと腹筋とか喉が疲れますよとおっしゃっていたそうでそれを聞いてそりゃそうですよね、人間だものと思いましたね。鍵盤を担当しているチョン・ドンファンさんもピアノで多彩な表現ができる方で、ライブになると少しアレンジを加えたリズム感あふれるピアノ伴奏を披露してくださいます。お二人で楽しそうに演奏する姿がとても素敵ですよね。続いて今日歌う曲 Love Maybe の歌詞の内容紹介に入っていきます。この曲は作詞がキム・ミンソクさん、作曲がメロマンスのお二人、編曲がチョン・ドンファンさんということで、なんと曲の制作に関わる著作権の部分をお二人が持っているということで、こういった自作の曲の大ヒットっていうのは本当に大きいんですよね。音楽ビジネスの世界は権利を持っている人のところにお金が集まる仕組みが確立されているので、どれだけ歌が上手でも作品における歌唱印税っていうんですけど、この歌唱の部分へのお金って実はねわずかなんですよね。なのでこのように楽曲の著作権を自分で持っているアーティストっていうのはとても強いです。そして著作権の話ではなく歌詞の内容のね紹介をこれからしていきます。この曲はサラギンがば愛みたいだ恋みたいだなどと訳すことができますが、このタイトルからも想像できるように自分の中に芽生えた彼女への恋心を自覚するという内容が歌われています。今日は A メロとサビの歌詞を紹介しますね。まず A メロの歌詞です。너와 함께 하고 싶은 일들 상상하는 게、君と一緒にしたいことを想像することが요즘 내 일상이 되고、最近の僕の日常になって
너의 즐거워하는 모습을 보고 있으면君の楽しむ姿を見ていると자연스레 따라 웃고 있는 걸自然とつられて笑っているんだよという歌詞から始まります。好きな人の楽しむ姿につられて笑うという歌詞が私はすごく好きですね。彼女と一緒に時間を過ごすうちに自然と自分の気持ちの変化に気づく様子が表現されていますね。続いてサビの歌詞です。이건 누가 봐도 사랑일 텐데これは誰が見ても恋なはずなのに종일 함께면 질릴 텐데一日中一緒にいたら飽きるはずなのに나 돌아서도 온통 너인 건背を向けてみても君だらけっていうことは아무래도 사랑인가 봐どうやら恋みたいだというサビの歌詞です。では曲を聴いてみてください。メロマンスの Love Maybe をカバーしました。はい、いかがでしたでしょうか。今回のカラオケ音源はピアノとシンセサイザーとカホンとハンドクラップの音が入っています。この間の10センチの For Love と同じ音の構成ですね。この曲は1番を歌った後に B メロとサビを2回繰り返す構成になっているんですが、私は最後のサビの前に若干の落ちサビみたいなちょっと静かになる部分を作ってみました。原曲ではそのままの勢いでいくんですけれども、歌の先生がちょっとリズムに変化つけて歌い方も変えてみたらと提案してくれて、レッスン中にね歌いながらカラオケ音源を一部作り変えていったんですよね。歌詞も曲調も明るくて歌っていてとても気持ちがいい曲でした。レモンさん、いい曲をメッセージに書いていただいてありがとうございました。そんなわけで3月のリクエスト企画も皆さんお付き合いありがとうございました。リクエスト企画はですね、毎回歌もカラオケ音源もうまくリクエストに応えられるかなっていう若干の不安というかスリルがあるんですよね。でもリスナーさんとのコミュニケーションが楽しいですし、自分も成長させてもらえる機会なので今後も大事にやっていきたいと思います。次回は7月を予定していますので、皆さんまた気軽にリクエストを送ってください。今日 YouTube に歌ってみた動画が上がります。 YouTube の方は韓国語歌詞を動画内に表示しています。その他の外国語字幕は YouTube 字幕でお楽しみください。概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも英語でも大丈夫です。YouTube のコメント欄でも受け付けています。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。 OK、13分50秒いいですね。